こんにちは、トランスです。とっても面白いゲームを発見しました。半年ほどこのアーケードパラダイスを攻略していきます。今回はゲームの紹介です。よろしくお願いします。アーケードパラダイスの舞台はとあるコインランドリーです。主人公は10代の女の子で、お父さんからこのお店の管理を任されました。現代の日本のコインランドリーでは無人で清潔なイメージがあります。でもここは20世紀、場所も日本ほど甘くはありません。ただしバイオレンスやドラッグなど危険なことはありませんので安心してください。今日からお仕事です。コインランドリーまではバスで通勤します。初めて職場に入るのは緊張しますね。でも勇気を出して頑張りましょう。トランスはこういう時、無理をしてでも余裕のある顔をして最初の一日を過ごします。お客さん相手の商売は不安な表情をしてはいけません。背筋を伸ばして笑顔で入りましょう。Hello, Ashley. This is your father calling. Welcome at long last to the real world and real responsibility. King Laundry was among my first investments in Grindstone. Not an important one. Honestly, I'd forgotten about the dump. But with shrewd management, perhaps even an ungrateful and capricious teenager like you can make it a success. Let's go over the basics one more time. Pay attention. First, take a basket of laundry and load it into an empty machine.まずは洗濯物を洗濯機に入れましょう。Remember, time stood idle is time wasted. Maintenance and cleaning are your responsibility. Any trash, pick it up and dispose of it. There's a dumpster around the side of the building. ゴミなんか、ゴミ箱に捨てられてない。よく見るとゴミがいろいろな場所に放置されています。ゲームとはいえお客様のレベルというか知性や教養がとても低そうですね。一般常識も全くなさそうです。こんなところでやっていけるのでしょうか。ちなみにシナリオを進めるとアイテムが購入できます。そのアイテムによってゴミを集めたり捨てたりする回数は減りますが、ゴミ集めがなくなることは決してありません。でも私の店なので出勤したらすぐに洗濯機を回してゴミを集めます。ゴミを捨てるとお金がもらえます。貴重な収入源ですが、うまく投げ入れないと報酬を減らされます。このあたりもゲームですね。At the end of the wash cycle, your watch will alert you with an important beep. Remove the wet items and transfer them to a tumble dryer. ゲームの序盤はこの時計に追い立てられることになりそうです。先ほどの洗濯機から洗濯物を取り出します。今度は洗濯物を乾燥機に入れます。洗濯機に放り込む瞬間から仕上がりまでの時間で報酬が変わります。 Next, maybe attend to any other small jobs. Your reputation is your livelihood. Broken machines, scattered trash, or blocked toilets will lose customers. No one wants to come to a faulty, smelly laundrette.
トイレが詰まったなんて嫌な予感しかしません。うわー、やっぱりトイレだけが綺麗なはずはありませんね。実はこのコインランドリーは発展して最後は素敵なゲームセンターになる予定です。でもこのトイレだけは改装工事がありません。ふう、なんとかなりました。少しだけ救いがあるのは毎日トイレが詰まるわけではないということです。またアイテムを入手するとトイレが詰まる回数が減ります。さて、気を取り直して仕上がった洗濯物を乾燥機から取り出します。 S ランクを獲得するにはかなりの素早さが要求されます。I know at your age, garment sanitation hardly seems glamorous, but nothing in life comes free. For once, show me you're capable and that you can be trusted. Otherwise, well, the packing plant always needs fresh meat. And fix the toilet. このバックヤードにゲームコーナーがあります。こんな逃げ場がないようなところかどうかは別として、昔の日本でもコインランドリーや街のスーパーマーケットや景品交換所の一部としてゲームセンターはありました。現代、日本では大きなショッピングモールの中にある明るくてとても綺麗でファミリー向けのゲームセンターばかりですが、全盛期には小汚いゲームセンターで硬派なゲーマーたちがしのぎを削っていました。そんな雰囲気がありますね。でもとても女の子一人で入る場所ではありません。たとえ日本でもここは無理です。さて、このコインランドリーの前任者であるお姉さんとチャットをしています。彼女が副業としてゲーム機を置いてくれたおかげでこのゲームコーナーがあります。これからゲームセンターに発展していくためのコンサルティングもしてくれます。今日はまず筐体から小銭を集めるようにアドバイスをされました。現在のゲーム機は3台です。これを増やしていけばコインランドリーよりも簡単に稼ぐことができるはずです。3台だけでもゲーム機の方が金額が大きいように感じます。日本でも現金を集める瞬間は危険です。外国だとなおさらですね。緊張感のあるゲームになってきました。バックヤードもゴミにまみれています。こんな環境ではいいスコアも生まれませんね。The washing machines are token operated. Remember to remove the cash from the token machine regularly and put it in the safe in the office. コインランドリーの中にチケットの券売機があるようです。日本だとお釣りがちゃんと出ない券売機なんてありえないですよね。でもトランスはヨーロッパを旅行した時にお釣りが出ない券売機に当たってしまいました。代わりにお釣りの引換券が出てきたのですが、隣町にある事務所まで行く必要がありました。しかもその事務所は3週間の休暇を取っていて、旅行中に引き換えることはできませんでした。なお5年間有効というのが自慢だそうです。事務所の中に金庫があります。集めた現金を金庫の中に入れないとゲーム機を購入する資金にはなりません。ですが開けるのがちょっと面倒です。トランスはこの動画のためにプレイステーション4でプレイし直しているのですが、デュアルショック4の振動をオフにしていたため鍵を開けるのに手こずりました。金庫をアップグレードするまでは振動をオンにしておいた方がいいと思います。金庫にお金を入れたらフラッグが立ちました。
お姉様からのアドバイスで新しいマシンが購入できるようです。今ある現金で1台は購入できるようです。トランスはこういう時、普段は絶対に購入しません。ゲームの進行で必要になるか、資金に余裕が出るまでは見送ります。今回はプレイステーション5でクリアしているので、さっさと購入した方が良いことを知っています。悩んでいるのは、好きなゲームがないことです。ポチりました。明日が楽しみです。実はとっとと仕事を終わらせて明日にすることができます。その代わり収入が少なくなります。ですがこのゲームは仕事を早く切り上げたからといってペナルティがあるわけではありません。あ、でもゴミ拾いとトイレの詰まりと故障した機械の修理はしないと評判を落としてしまいます。それ以外は自分のペースでプレイできます。チュートリアルはここまでです。紹介のためわざとゆっくりプレイしていますが、日頃は店内を走り回っています。次に何をしようかと考えるよりもしなければならないことが次々と出てくるのがこのゲームの序盤です。洗濯物が3つ並んでいます。さあ、テキパキとこなしますよ。移動しながらしっかりとタイマーをチェックします。洗濯が完了するまでに実時間で3分弱の時間があります。この間にできることを考えます。ゲームをしようと思ったのですが、何か視界に入りました。あれは何でしょう。ガムの吐き捨てです。信じられません。しかも取りにくいんです。もうこんなところにも。誰ですか？お前か？当店は今日からガムを禁止します。さて、お洗濯が終了するまでの間にゲーム機を見ておきましょう。まずはアップライトの機械です。レーサーチェイサー？なんだか難しそう。でも台が空いているうちにやってみましょう。あれ？左下に見えるあの地図はもしかしてナムコのパックマン？ドットを食べてじゃない、お札をゲットして、あれはもしかしてパワーアップ？なんだかマップも似てますね。でも時期はかっこいいスポーツカーです。パックマンと違うのは全体が見えないことですね。これでは簡単に挟まれます。パトカーにぶつけられると車を降りて走って逃走するゲームのようです。逃げた先に逃走車両がありました。で、ここはモンスターじゃなかったパトカーの本拠地では？我ながらよくかわしましたね。今の動きはナムコのラリー X みたいでした。食べ残しが多くて気に入らないのですが、次のパワーアップを目指します。200点、400点、800点と思ったら全部400点でした。トランスは今でこそヌルゲーマーですが、昔はもう少し点数稼ぎを意識していましたよ。アーケードパラダイスには世界ランキングがあります。トランスには無理ですが、皆さんは全国一、いや今や世界一を目指してください。トランスの名前を見かけたらどこかでコメントしてくださいね。またフレンドだけのランキングも表示できます。
そして残機の考えはないようです。ワンミスでゲームオーバーになります。多分次のゲームをプレイする時間はないと思います。ほら、時計に呼ばれました。だんだん洗濯機と乾燥機の感覚が体に染みついていきます。動画では3台の洗濯機から乾燥機へ一気に移動しています。そして洗っていない洗濯かごが入り口側に2個あります。うまく調節して洗濯かごが3台になった時に一連の動作を行うと効率的ですが、ランク S を取得するのが難しくなります。新しくゲームを購入するためにはお金が必要です。この時の単位はドルです。これはお洗濯、ゴミ捨て、ガム取り、トイレの詰まり除去、ゲーム機の修理とゲーム機からの収益で稼ぐことができます。お洗濯に重点を置けば早く貯めることができます。毎日とは言いませんが、1日1台に近いペースでゲーム機を増やすことができます。それにしても乾燥機のグラフィックは素晴らしいですね。ところで、パーソナルディジタルアシスタントをご存知ですか？現代のスマートフォンみたいなものです。これで様々な設定を確認します。ゲーム機の難易度や目標を確認します。またミニゲームもあります。またガムの吐き捨てを発見しました。本当に信じられないですよね。アーケードパラダイスにはもう一つのお金があります。その単位はポンドです。こちらは毎日のやるべきことを達成して獲得します。これは多く稼げても1日に50ポンドぐらいで購入すべきアイテムに比べて少ないと思います。この中にはそれぞれのゲームでのスコアやプレイ時間を要求されるものが多くあります。そしてあくまでトランスの主観ですが、達成できないものがかなり多く存在します。これもシミュレーションゲームを攻略する楽しみかもしれませんが、達成できないマルチタスクを要求されるというストレスを感じるかもしれません。できなくても構いません。中には簡単なやるべきことがありますので、それを少しずつこなしていきましょう。次のゲームを見てみましょう。ビデオエアホッケー。なんだ、簡単じゃん。これなら完走終了までに勝利できるかも。しまった。オウンゴールです。またやってしまった。時間もないし、今日はこのぐらいで勘弁しといてやるか。選択で S を狙うときは乾燥機の前で待ち構えることが多くなります。ゲームを途中で切り上げることになりますので、アーケードパラダイスの序盤はスコアを狙うのが難しいです。トランスは検証できていないのですが、選択で常にランク S になるコマンドがあるそうです。なぜ検証できていないのかというと、トランスはゲームの1周目をプレイするときには何も参考にしません。今回もクリアしてから知ったのでできませんでした。ですがゲームバランスを著しく損なうコマンドのような気がします。せっかく慌ただしいマルチタスクの中で作業をするシミュレーションゲームをプレイするのですから、まずは普通のプレイをしてみましょう。今日はこの2台を完走まで仕上げます。1日の終了は早く来ます。洗濯もどこかで見切りをつけ、
洗濯機の中に洗濯物を残したまま帰宅するのは避けましょう。1台回している洗濯機は今日中に仕上げるつもりはありません。さあ、一日の雑用を片付けたらゲームの時間です。あと1台プレイしていない台がありましたね。アストロシティのような筐体です。これも世界標準なのでしょうか。そういえばスペースインベーダーの頃のような対面式の筐体はありませんね。現代では絶滅してしまい、一部のマニアが苦労して補修をしながら動かしているあれは間違いなく日本生まれの素晴らしいテーブル筐体でした。残念ながら液晶がブラウン管にとって変わったことや喫茶店での需要が壊滅したことからもう復活することはないでしょう。でもゲームの中なら復活してもいいかもしれませんね。メーカーさん、ダウンローダブルコンテンツで販売してみませんか？ゲーム紹介に戻ります。毎日のやることリストの中で、例えば5分間プレイするというような累積時間などを要求されるゲームは夕方までの雑用をこなしている隙間時間にやりましょう。スコアを要求されるような目標ややることリストの場合は夜にプレイして故障してもトイレが詰まっても放置する覚悟がいります。さて、ゲームはウッドギャルの冒険です。トランスには元のゲームが何かは分かりません。パズルも元のゲームが何かは分からないです。今日はいつ見てもお客さんがプレイしていましたが、今回はどいてもらいました。同じフルーツを3個並べると画面上から消すことができてポイントが入るようです。そして時間内にメーターゲージを満たせば星がもらえます。このゲームはトロフィーに関係します。回数をこなす必要があります。アーケードパラダイスでは1回のプレイで得たアイテムや経験値を引き継げるものが多くあります。さて、夜11時を回ったようです。帰宅を促されています。今日はおとなしく帰りますが、深夜2時まで粘ることもできます。さらに2時を過ぎてもプレイ中のゲーム機は継続できます。ゲームオーバーになっても三角ボタンの長押しでゲームを終了さえしなければいつまででもできます。これはとても大事なことなので覚えておきましょう。2時以降はゲームをプレイすることも他の業務をすることもできません。そしてそのまま居座っていると気絶します。してもペナルティーはありません。うまいこと完走が終了する時間になっています。今回はできすぎですが、次のスケジュールを意識しているとスムーズに行動できます。なんて偉そうなことを言っているトランスはゲームの中盤まで洗濯とゴミ拾いしかしていませんでした。日付が変わりそうですね。この終了ボタンを押すかバスで帰ります。このどちらかで一日が終わりセーブされます。たとえ午前中でもこの手順を踏まないと一日が終わらずセーブされません。最後に振り返ってみてみると今朝とは違い自分のお店であることを実感します。今日は一日頑張ったなあ。明日も頑張ろうっと。おはようございます。早速、新しいゲームが到着しました。これから毎週、アーケードパラダイスの攻略動画を配信していきます。ただし、動画はプレイステーション5からアップロードしていきますので、トランスのアクティビティには表示されません。では、また来週お会いしましょう。